こんにちは、板金塗装女子の花です。今回はこの RVF400 っていうバイクのタンクがもうめっちゃへこんじゃったので、そこを板金塗装していきたいと思います。同じ形になるように削っていきます。この上からパテを塗ってこういう形を作っていくのと、こういうくぼみとかも消していく。240のペーパーでもっとツルとさせていきたいと思います。もうちょっと削ってもいいですか。ガタガタやこれ220からやっちゃう。これ実はもう一回パテやな。ここガタガタやな。これ上げてる。もう一回パテの体験じゃん。多分これ映像でも分かるぐらい違う、私の時と。もう段なんて一つも見つからなかったで。そうどこなってないで。そう、指紋おかしいんじゃん。あ、なってた。段なってた。じゃあここだけやってパセーサーに作っていきます。段いったら段なんだよ。段いったら段で出てくるんです。だからもっとバーってかけなあかん。だから3分のとこだけでよかったんですけど。そうや、だからなんだ。いや、言ってやっていうか分かるやん。待って、材料したのにもう一回塗り直すのそれか。いや、もう一回ペーパー当てて、段になったら塗り直すかな。失敗して初めて次学べる。だからこれをそのまま全部塗っちゃあかんかったみたいで、範囲がマスキングの手前まででよかったみたい。確かに段になっちゃってる。塗り方はもう言うてんやったら俺も悪いんだけど、段になってるもんだからほんまやったらこう240番ぐらいでこう鳴らして、もう一度なんか角になってるからパテのあれが、そういうのをまあもう一回塗る前にこうやって落としてなだらかにしてな、もう一回やるだけ綺麗になると思うねや。こういうとことかな。まあもう綺麗にできてるよ。ええ感じや。ええ感じや。ここ穴開いてるやん。こう薄く。でここもこう全体的にここ確かにぐーっとここつけて、ちょっとずつ穴開いてるから。ここもこう全体的にこうつけてんちゃうかって。穴開いてるとこだけでいいやんな。でけ境目のところを研磨しないとダメなんですけど、その前にパテ、このチューブのちっちゃいパテを使ってこういう小さい、本当に小さいくぼみを消していきます。このパテとこれを使って。段なくなった。電動でやったらすぐなくなるの？まあやり方やな。段なくなった。じゃあ次は500ですこっち。じゃあ段を取ってくれたので、500のペーパーとスコッチ当てていきます。水を含ませた500のスコッチ。これツルツルになったら替え時なんですけど、もう今の一瞬でツルツルになりました。あとはタオルで拭いて、タオルで拭いて、天日干し。じゃあ天日干しします。